ちらが新しく入ったメインラインプロハブの部屋です。今からセットしてもらいましょう。よろしくお願いします。桜ダイノの場合は大浦さんが一人で準備できましたが、こっちは一人でもできるけど時間かかるので2人作業になってます。タイヤ外したりする作業が必要です。浮いてます。超ワイドトレッドになりました。トラックより幅広くなりました。まるで S2000 発電機。まもなく計測開始です。点火信号、回転信号を取らないといけないですか？回転信号を取る必要があるそうです。今オーラさんが一生懸命やってくれてます。なんかタイ語喋ってます。これ何が出てる？回転、エンジン回転。吸気温度とかどこに？9.6 度。これが気圧。湿度。わかんない。82じゃない。じゃないですか。これがトルクリア、スピードリア、パワーリア。そう、もう一回手を。それを戻して。はい。4.6 になりました。このスピードはシャフトの回転数とタコメーターの回転数を合わせないといけないのね。でこの車種台は基本はシャフトの回転数をやって基本やってるから、シャフトの回転数をエンジン回転変換するんですか？そう、ここでエンジン RPM とこれデフの数字で合うんだけれども、基本はミッションが1対1で、デフが 4.1 だったら 4.1 でそのまま入力でほぼ合うんだけど、例えば4速の1にしてファイナルギア合わすとそれで合うけど、1がない車は確認しないとなるほどいけないんで、でそれで一応3000回転でタコメーターと合わせました。でこっちは基本はこれ回転数で制御してなくて、シャフトで制御してるんで、シャフトベースの回転数を今合わせます。
はいいいですか。はいそれで次に今度パワーチェックのこれはモードなんだけど、はいでヘッダーというのがあって AT12000 のイエロー、まあ、Y だけだけど、はいでレゴが AT1 デカと、はいでデフがさっき 4.7 いくつって入れたんだけども修正したから 4.602 に変更になった、いいですか。でセットアップっていうのがあって、はいここでシャシ台の馬力を測るのにスタート回転数とホールド回転数とこのラップ回転数と最後のここの例えば9000、これねはい9000回転まで測れますっていう。でそれはマス目じゃなくてグラフのマス目じゃなくてダイナパックと同じように、はい例えば9000って言ったら9000まで回ったら自動でそこで計測が終わるから、ちょっと一回これ8900だとそこ以上回っちゃうと困るんで一回でも9000ですよ。いやいや実際にさっき回転数とシャフトの回転数を合わせたけど多少誤差があって、はいちょっと多めに回っちゃうからはいそれをちょっと修正します。はいで今8500で止めたでしょ。はいそうするとパワーチェックした時にこの8500ってちゃんと終わるかどうかを確認します。はいで今のは回転数は合ってるんですか。これが最大回ったのが8500ってことですか。最大馬力が8000。あトルクが7000。ちょうど9000ぐらいまで。で、これを保存します。イエローのこうね。で、はいそうすると、もう一回 F に押すと、馬力の最大馬力が、ここなんだね。11番。8800回。はいまあ、ほぼデブぐらいだよね。で最大届きがまたこの辺。なんか切り替わりが5800でしょ。ノーマルなんでそうですね。だからこの辺が5800だからもっと早く切り替えた方がこれ届きがいいですね。本当はいいよ。はいはい感じ的になんか向こうの音に近づきましたよね。桜ダイナの長さがアクセル全開の長さが。
結局4回ぐらい測ってる。12345回。6回7回ぐらい。あ、すいません。パワー曲線は全部同じぐらいですよね。トルクがリーフしちゃった。ちょっと点火がリーフして、なるほど。大体コイルを戻すと213になったと。いやでも253。これはあれだ。秒数が短いやつです。秒数長いと215。でも数馬力ですね。誤差の範囲とか。いいですか。じゃありがとうございます。勉強になりました。14度まで上がってます。15度ぐらいです。さあ、パワー計測が終わりました。最新計測機器はなかなかまだまだできることが多そうなんですが、難しそうです。僕にはさっぱりわかりません。トルクの表記もキロとかじゃないんで、ちょっと変換しないといけないです。いろいろこの後お話を伺おうと思います。すごい。この車パワーあるぞ。はい、オートガレージ M の三浦さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そもそもですね、まず、はい。なんで車種台2つあるんですか？昔から使ってた、桜台のローラー式の地面に埋まってるやつ。そう、4駆のやつね。あれが、もう正直22、3年前のローラー式の平成最初が平成1桁に近い。そうそれのローラー式の4駆で使ってたんだけど、まだ使えることは使えるんだけど、修理するときにもうメーカーさんに部品がないで、修繕がなかなかできないっていう状況の中で、じゃあ今後どうするっていう話になった時に、もう一回ローラー式を入れ替えるのか、ハブ式を買って、できるだけ、負荷をかけて安全で負荷をかけてセッティングが取れるようにするのかっていうことの選択に2つあったんです。でその中で、ローラー式だとまず、最近よく言われるのが騒音問題。タイヤが回るロードノイズというか、そうガーンって音ですね。そう、はい、それを、まずなくそうと。でなった時に、ハブ式の中で、よくあるダイのパックと、今回うちがやってるメインラインっていう選択が2つになった。でその2つの中で選択するうちで、まず値段もダイのパックの方が高くてマイクロラインの方が少し安いと、あと、走行テストとかそのパワーチェックしてる時に冷却用の水を回さないといけないのがダイのパック、で、マイクロラインは冷却はマイクロラインって、こっちの車種台は、水のラインを引かなくてもいい最新なので、ある意味使い勝手がいいっていうことでこのマイクロラインっていう形にさせてもらったんです。2駆と4駆とあって、今の車でいうとその片一方だけを回すとベンスロが閉じたりとか、そうなってくるとそのスロットルが勝手に閉じたりとかチェックランプがついたりとかっていうトラブルがやっぱり今でも出てるのは出てるんだけど、実装に一番近いセッティングが取れるっていうことで、一番実装に近いのかなっていう部分で僕らが取ってこれにしましたね。ローラー式だと下り坂の走ってるような感じで、ダイのパックだと上り坂で、メインラインだと、ちょっと上り坂っていう感じかなと。いろいろ例えばこっちの、桜ダイのはもう、昔ながらの
まあ、パワーテスターの機械っていうことですね。で、こっちはセッティングするときにも負荷かけたりいろいろできるっていう新しい時間をかけてとかはい時間で調整してとか負荷を調整してとか、いろんなことができる。で点火時期とか、まあ、AF も取り込めるし、いろんなものがセッティングツールとして中に取りじゃあセッティングしてる時にいろいろ画面見せてもらって、セッティングとかパワー計測してる時にいろいろ画面見せてもらったんですけど、あそこにじゃあ情報として、空燃費とかもう入ってきます。で今回つけてなかったんだけど、マフラーに AF 系をつけてっていうこともできるようになってます。じゃあもうよりなんか自動車メーカーが使うようななんかいろんなことが想定されることがやろうと思えばできると。そうです。それとあとまあセッティングもそうだけど、例えばパワーチェックモードで AF だけの確認っていうのが AF 系をつけなくてもできるんですか？マフラーの方からだけどセンサーを入れて。職場あっても大丈夫なんですね。大丈夫です。実車走行に近いテストができるっていうのと、まずタイヤもちびない、タイヤもタイヤも減らない実走行の、風とか前から冷却とかも近い状態でできるし、すごいなんですか掃除機の反対みたいなそうですね。だから音もうるさいけど風もすごいっていう感じになってくるので、実走行に本当に近い状態には持っていけてるのかなっていう部分ですね。だからセッティングしてても AF の誤差が、実走と 0.2 ぐらい。例えば 11.8 なら12とかどっちなの？ 11.6？ 11.8 で、セッティングを取ると、11.6 ちょっと濃く出ます。このプロハブって方がちょっと薄く出ます。 0.2 薄く出ます。例えばじゃあこの桜大の時はどうなんですか？こっちはもっとずれます。 0.4 から5ぐらいずれてます。で 0.2 っていう部分に関しても負荷のかけ方とか時間とかを調整してもっと AF が実装に近いところに合うように持っていってやれば、ほぼ実装のテストはなくなるのかなっていう。いよいよその桜大のが修理できませんってなったらもうプロハブになっちゃうってことですね。ってなってくるとそのパワーチェックとして、同じ S2000 を使用したんですけど、パワーが違うじゃないですか。これはどういうふうに考えればいいんですかね？これはメーカーとハブ式ローラー式の違いであっていうのが大前提っていう部分と、ローラー式でもボッシュのやつでとかダイノジェットとか使えばもっと差出てくると思います。でも基準となることを考えるんであればこういう形でいいんだろうけど、ローラー式で言ってもこの赤い要はエンジン出力って言われる方を僕らは基準にして、この緑色の、ロス馬力を含むパワーっていうのはあんまり当てにはしてないんで、これはもう駆動系ロスとローラーを回す力が入ってるので、こういう部分に関してはあんまり当てにはしてない。ただその実馬力って言われる分に対して、ハブ式のプロハブだとちょっとやっぱり少なく出てる、っていうのは補正率であったりとか、これが軸じゃタイヤを回してる力ですね。補正なしのタイヤを回してる力で、S2000 は 238.4 馬力、桜大のでは 238.4 馬力、でこのプロハブメインラインプロハブでは 213.7 馬力、20馬力ぐらい違うんですよね。もっとですね、25馬力ぐらい。考え方としてはこっちを1としてもらって補正が、ただよくダイナパックどちらダイノ、あれでは1、TCR1、TCR1.1、1.2 とかあるじゃないですか。
これにはそれはないんですよね。これにはないです。これは1です。1。はい。もう本当に回してる力だけですね。そうです。はい。だから車種代変わったら同じ車でも変わるっていうのはもうどうしようもないことなんですけど、まあ基本的にはこれうちとしてはこれを基準にこれを1として基準に考えてるので、だからパワーが出てるからどうとか出てないからどうとかっていうのじゃなくて、これをベースに考えてるっていう。でもパワー曲線は一緒ですもんね。もう大体よく似てますね。チューニングするにしても、そこのお店の人のその機器を使ってる経験値があるから、まあ、これが優れてるっていうのは別にいろんな機能がそのプロハブにはあるけど、そうそうそう、桜大のでも今までやってたから別にそれがおかしいわけじゃないよっていう、だから桜大のでセッティングを取ったのをメインラインでもう一回やってることも今実際起きてるので、はい、そんなに極端に変えることもないので、そのこっちでは桜大のではできなかったその変な領域というか普通ならありえないマップのところが設定、プロハブでは設定できたり、あとターボだとブーストのかかり方が、はい、要は、ローラー式だと下からガンといくとブーストが立ち上がった瞬間にローラーが滑っちゃったりするので、はい、できなかったことがこっちではもう下から全開でブーストをかけていけるとか。なるほど。そのあたりは実装とかなり近いということができると、はい、でもまだまだこれからもっともっと応用を聞かせていくともっといろんなことができるんですよね。そう例えば本当に燃費いい車とかも作れる。パワーを出すっていうだけじゃなくて、例えば耐久に出るから燃費を稼ぐような。だから最近の例えば、モーテック、ハルテック、リンクでも、マップ切り替えできるじゃないですか。それで例えば燃費マップ、パワーマップみたいなのもこれでいろいろ設定できる。なるほど。それは同じ条件でボタンの切り替えだけでマップを切り替えてあげれば、まあどこまでどうパワーが変わるかは分かんないけど燃費はもう確実に変わると思うので AF も取り込んであげれば。なるほど。で最後に、はい、これパワー計測をしてもらいたいとお客さんが来た場合、はいはい、これどっちでもやってもらえるんですか？どっちでもやります。ただ通常の車であれば、まあ、ローラー式っていう部分が、まあ、今までのお客さんではこれが多かったので、はい、これでやってます。ただまあこっちでプロハブの方でやってくれって言われたらやりますけど、まだごめんなさい、値段の設定をしてないです。桜大のローラー式の場合は今おいくらなの？今2区で、消費税別で6000円。6000円、はい。で4区で8000円。はい。でこっちだとちょっと倍ほど時間がかかるので、そうですね。ちょっと今そのあたりはちょっと考えてます。まあ今ここで第1回目やらせてもらったんですけど、はい、この後、はい、大のジェット、はい、アクアさんの大のでっかい、ローラーねと、M は M でもピットロード M さんのはい、森下さんのとこねの、第2のパックで同じ車を測らせていただくんですけど、はい、どうなると思います？予想、三浦さんの予想。ローラー式大のジェット、はいはい、でっかいローラーのね、あれは回すまではすごい力かかるから、はい、取られると思うんだけど回りきってる時は結構パワー出るんじゃないかなと。ということは今ここでまあこのメインラインプロハブをこの間ぐらいじゃないかなと思う。213と238、220ちょい、ぐらいは出るんじゃないかなと。あれもロスはなかったよね。ないって言ってましたね。そんなもんだと。だからまああくまでも
自分の車の要は健康診断みたいなもそうんですね。指数みたいなもんなので、こっちの病院行ったらすごい健康ですよ、こっちの病院行ったら普通ですねみたいな。そうだからでもこっちの方が最新の健康診断の機器でMRI ですよって、こっちは先生が聴診器でやってますよみたいな感じ。いやでもそれはちょっと違うな、なんか。でもやっぱりそれの一概に自分の車は何馬力だ自分の車は何馬力だって言っても同じ機械じゃないと判断は難しいところにあるので、ユーザーさんも間違えないようにそこは自分の車のパワーが出てるっていうのはその出てる出てないっていうのはそのローラーでもかなり変わるっていうことが理解してもらった上でやってほしいなと思います。最後にもう一つ、はい、気温によってどうなるんですか？気温が夏に測るのと冬に測るので、まだ多分夏来てないと思うんですけど、こっちのプロハブは。ただこっちは、吸気温度補正を強制的に入れれるので、プログラムの中でその補正ありなし。こっちプロハブ新しい方はそれがもう自動的に手打ちでなんかやるんじゃなくてごまかしてやろうとかいうのはできなくて、はい、コンピューターが勝手にそうもう換算してるので、こっちはアナログなんで、吸気温を触ることによってパワーも変わるので、正確さはちょっとどうしなんか補正率っていうのが変わるので、でもここの赤い文字の方はそんなに変わらない。なるほど。じゃあパワーチェックは冬にした方がいいですね。そんなことないかな。いつ測っても一緒か。一緒ですけど、水温とかエンジンに対する部分に言えばやっぱり寒い時期の方がいいのかな。わかりました。はい。今日はありがとうございました。いえ、とんでもないです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ストローでものやり方で30度で 1.15TC バットで 1.15 で30度、空気温30度でさよならさよなら社長真面目ね。真面目ね。こんにちは幕末評論家のブルース森下です。